これぐらいの油でもね、全然美味しく上がるんですよ。はいどうも、関口メンディーです。関口メンディーです。関口メンディーです。ということでですね、すいません。ただの酔っ払いでした。すいません。今回は、僕がほろ酔いということはですね、どんどん加速していきたいので、僕が一番好きなおつまみ、唐揚げをやります。前にも動画でやったことあるんですけども、いろんなポイントをね、言わなかった。なぜなら、動画慣れしなかったから。なので、今回はいろんなポイントをね、説明しながら、なので、やっていきます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあね、本当に美味しい唐揚げ、本当にこれ美味しい唐揚げなんですけども、僕が居酒屋さんで唐揚げを頼まなくなったっていうですね、一品です。なぜなら僕の唐揚げがうますぎて、外であんまり食べたくなくなってしまったっていうような、イキリ料理研究家になってしまったんですけども、今回使うのはですね、やっぱり唐揚げの王様は、やっぱり僕、ね、このもも肉。鶏肉の下処理とか、なんかいろいろあるんですけど、別にいらない。油ついてればついてたほどうまいし、筋、別に切んなくていい。そこまで味変わんないので、はい。ね、これでまた炎上するかもしれないですけど、まず僕は、この2等分にしちゃいます。このもも肉をね、2等分にして、で、こっからですね、切っていきます。今回 320g の塊なんですけども、全部ね、均等な大きさにした方が美味しいです。鶏肉ってね、片方が厚いんですよ。こうやって切ると。厚い方は、ちょっとね、細かいとか小さめに切る。こんな感じで。はい。で、これぐらいですね。はい、これぐらい。あんまり大きいと、2度揚げしなきゃいけないので、2度揚げめんどくさいので、やりたくないので、衣が好きだから、どちらかというと、肉はね、あんまり大ぶりじゃない方が美味しいと思ってます、僕は。これも一口大で。ね。はい。はい。9等分、今回しました。肉の大きさはこんな感じです。ちょいバラバラですね。大きいのから揚げていけばいいので、はい、時間差で火が通っていくので大丈夫です。これ10等分してる？すいません、ちょっとね、算数もできなくなった算数もできなくなってしまいましたけど、この唐揚げは多分世界に存在している唐揚げの中で僕が一番美味しいと思ってますんで、これはもう必ずもううまくします。はい、でですね、こいつを漬け込んでいきます。まずね、お醤油大さじ3。これで結構ね、調味液できるので、もうちょっと 400g ぐらいまで全然作られます。3強なので、もう気持ち入れます。みりんも本みりんでもいいんですけども、全然みりん調味料でもうまいです。はい、でこれ1で、酒ですね。はい、酒を大さじ1。味の素なんですけども、結構入れます。小さじ3分の1ぐらいなんで、小さじ3分の1っていうと大体7振りから8振りなんですね。1、2、3、4、5、6、7、8、ね、8振りいきます。ニンニクですね。ニンニク1かけ。これね、チューブでもいいんですけども、生の方が美味しく仕上がると僕は思います。はい。香りね、すったニンニクとチューブのニンニクの香り全然違うのでね、はい。できれば生使ってください。トントントン。丸々1個すりつぶしちゃいます。でここでですね、ナツメグです。はい、ナツメグは、ちょっと5振りぐらい。今回はちょっと強めにつけます。はい、このナツメグ入れてください。これをすることによって非常にですね、美味しいスパイシーな香りがつきますんで、ナツメグ入れて、もうね、そうするとね、香りがナツメグ、ナツメグの香りがしてきます。そしてこのナツメグの香りをおかずに飲んでいきます。お前も今からプレミアムになるんだよ。揉み込んで、この状態でですね、塊がちっちゃい、そこまで大きくないので、今日20分から30分このままつけておきます。常温でつけていきます。唐揚げやっていくんですけども、至高の唐揚げっていうことに、させてください。なぜかというとですね、
僕唐揚げ相当いろんなレシピやってるんですよ。多分ね10超えるんですけども、僕の唐揚げのレシピってこれ以上うまい唐揚げ作れなかったので、これが至高です。はい。唐揚げの、油の温度、これね中火です。で汁気ちょっと絞って片栗粉につけていきます。であくまで僕はですよ、あくまで僕は衣たっぷりつけた方がいいと思ってるので、衣はね厚ければ厚いほどうまいので、でこれを数個作っていくんですね。まんべんなくつけていく。そしたらね、もう大きいのから揚げていく。まぶして揚げていく。あとはね、揚がったものから順に揚げていけばいいだけですからね。で揚げていく。たまにね、この調味液に片栗粉まぶしちゃう方いるんですけども、この唐揚げの場合は水気を落としてからはたいてください。その方がね美味しく仕上がる、カリッと仕上がるんでね。で、たっぷりつけて、揚げていく。こういうところにね。で最後の1個も入れちゃいます。2度揚げは僕はしないです。なぜかというと、肉常温に戻してますし、2度揚げする必要がないから。大きい唐揚げだと2度揚げする必要があるんですけども、これぐらいの一口サイズの唐揚げだったら2度揚げする必要ないです。と油の量もこれぐらい少なくていいです。これを、揚げていくとやっぱり、ね、醤油のタレの香りがすごく香ってくるので、これで、プレミアムになれる。プレミアムに俺はなる。このチャンネル初めて見てる方はこういう寒いのがこのチャンネルの特徴なので、あんま気にしないでくださいね。はい、いいですね。これぐらいの油でもね全然美味しく揚がるんですよ。で全体が揚がるまでちょっと揚げていきます。温度はね中火から動かさないで大丈夫です。ここら辺はもう上がってるかな。ここら辺はね、この状態でもまた火が通るんで、これも、ちっちゃいので大丈夫ですね。トイプードル色になったら揚げていきます。この唐揚げがうまいのよまた。でもちょうど揚がりましたんで、この状態で、ちょっとね休ませます。23分で大丈夫です。23分、休ませて、中までじんわりと火を通していきます。23分休ませましたので、こいつを、持っていきます。ぐらいの感じで持ってっていただければなとね。レモンがあると随分さっぱり、いただけますので、至高の鶏唐揚げ完成でございます。はい、それではですねいただきたいと思います。いただきます。いやこれ絶対合うだろう。ではですねいただきます。お前が一番うまい。本当に大好きなんですよ。僕は料理研究家なのでいろんな料理やるんですけども、これはもう個人的に一番好きなんですね。僕合う。これとビール、やっぱりですねビールもいいんですが、ジャックダニエル唐揚げのあまりのレモン盛大に飛び散った。やっぱねハイカラじゃないかな。ハイビーもいいんだけどね。ハイビーもいいんだけど、ハイビーじゃねえや、ハイボールとビールになっちゃう。レモンもちょっと絞りますよこれね。レモンはねこの皮目を下にして絞るとね、皮のこの飛沫が飛ぶんでいいと思います。ちょっとハイボール、生きてる。めっちゃうまいや。ほんとこの唐揚げ超えるもんもう僕はないと思いますね。一度揚げしかしてないんですけども、衣はサクサク、中はジューシー、味もしっかりついてる。香るナツメグの香り、たまらん、たまらんばい。ずっとこれで飲みたい、ずっとこれで飲みたい。この唐揚げは片栗粉しか使ってないのでお弁当には向きます。お弁当にすると衣がしなしなになっちゃうんで、これ、ね、揚げたてが本当にうまい。揚げた瞬間ハイボールと流してください。揚げた瞬間食べる。このふわっと香るナツメグ、今回5分入れましたけど、スパイシーなのが欲しい方はもっと入れてもいいです。至高の唐揚げはこれがありえない。余計なコツもいりませんので。僕が生きてきていろんな唐揚げ食べましたけど、こいつがもう本当にナンバーワンです。皆さんと一緒に楽しみたい。ぜひ作ってみてください。